皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムの時間からやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家、玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。今週はゲストに国際プロサッカー選手会理事の山崎拓也さんとジャーナリストの木村幸彦さんを迎え、ワールドカップ開幕直前特別編、ワールドカップを見る前に知っておきたい世界のサッカー事情をお送りしています。今日はその第3回目です。それではどうぞ。ただどうなんでしょうか。山崎さんにこういう聞き方をするのはいいのかどうかわかんないんですけども、全世界のサッカー界っていうのはやっぱり徐々にいい方向に向かって歩いていますか？それともやっぱりちょっと今は問題が多いなと思われてるんでしょうか？またそういうことに対して日本のサッカー界がどのようにコミットしていったらいいのかっていうのをどのように考えておられるのかっていうのを聞きたいんですけど、どうですか？そうですね。世界的に見るとですね、日本のサッカー界っていうのは非常にまともな人が多いので、うん。他の国に比べたらっていう、もちろんところで、はい。世界では、もう給料の未払いとか当たり前に、起きあ、てますし、なるほど。はい。もっとひどいね、その契約上のはいはい。取り扱いをするクラブも、世界中にはたくさんあるので、フィフロっていうのはそういうところをあね、選手を保護するために、戦ってきて、いろんなルールを FIFA と一緒に作ってきたりしたんですけれどあ、も、はい。やっぱり、その国際的な、例えば移籍のルールだったりとか、そういう大会を、はい。ワールドカップやる、やらない、何年に一回うん。やるみたいな、うん。そういうところの意思決定っていう部分は、これはもう、変わりつつありますし、今実際訴う訟起きてるわけでん。すから、うん。変わっていくでしょうし、これが変わるようになれば、ちゃんとしたその、関係者、いわゆるステークはい。ホルダーの意見をはい。反映した運営っていうのが行われるようになるので、フィフプロも、それからリーグも、うん。世界のリーグね、それこそプレミアリーうん。グとかブンデスリーガとかいろんなところがそのうん。ワールドリーグアソシエーションっていうのを作って、はい。フィフプロと一緒に、FIFA に対して戦ってるわけですけれはい。ども、もしそういう人たちの、意見が反映されるような、う FIFA になれん。ば、これは別に、みんな FIFA に対して、FIFA の存在そのものに対してうん。文句を言ってるわけではないので、な FIFA のるほど。運営の仕方が問題だと言っなてるるほど。だけなので、そうん。れが、改まっていけば、しっかりうん。関係者の意見を聞いた運営をしていくってことうん。になれば、これは良くなっていきますよね。で、今、うん。日本もこれだけの、サッカー、アジアを代表するサッカー大国に今なってきたわけですかはい。ら、そこにもっとその、声を反映できるように、積極的に声をうん。反映できるように、うん。なっていくでしょうし、なっていうん。くべきですし、どうしてもその、地政学的な要素だったりとか、お金の要素だったりっていうところはい。で、いろんなことが決められやすい、そういううん。業界ですので、特にうん。今だったら中東だったりとか、はい。アメリカももちろんトランプとかもそうですけれども、はい。そういうところの影響を受けやすいってところがありますので、やっぱりその、ヨーロッパでも南米でも、あるいは中東でもアメリカでもない、うん。極として、世界の全体最適っていう観うん。点から、おー。意見を言えるような、そういううん。存在に日本がなっていけうん。れば、これは日本の、もちろんブランドも上がりますし、うん。日本サッカー界が、これだけ短期間でね、はい。これだけのそのサッカー大国になった、うん。日本が果たす役割としては非常に魅力的な役割なんじゃないかなっていうか、意義うん。のある役割うん。なんじゃないかなというふうにうん。思ってますんで、僕もフィプロの理事っていうのをね、させていただいている中ではい。そういうことをちょっと意識しながら、なるほど。要は、過度に政治的にならずに、はい。世界の、サッカーの、目指すべき方向うん。性みたいなことを、言いやすい立場にあるっていうところうん。は、かなりメリット、日本サッカー界にとって非常にメリットだと思いますし、日なるほど。本サッカー界非常に優秀な人が多いので、うん。そういうことをどん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 最近 J リーグもね、海外戦略非常にやっていて、はい、そうですね。で、ヨーロッパでにも、精力的にこう人を送って、はい。活動されているので、
もうその動きは始まってきているとも言えますし、うん。日本サッカー界がそういう意味では世界の、フットボールの全体最適のために果たすことができる役割っていうのは大きいんじゃないかなというふうに思ないますけどね。るほど。まあ、J リーグのうん。チームなんかもヨーロッパでキャンプを張るというようなはい。ことの計画なんかがかなり報道されたりもしてますし、私はもうこの山崎さんに出ていただいた最後に話したかったことが一つあったんですが、それはフランスのワールドカップの時に三大テナーがエッフェル塔の前でコンサートをやったんですね。実はそのコンサートの取材で私行っておりまして、サッカーは残念ながらチケット持ってたくせに見れなかったという非常に残念なところがあったんですが、私の座った席の前がアベランジェだったんですね。うん。かつての FIFA のまあ、なんて言いますか、会長で、相当のやり手だと。いうことが分かったんですが、これはいいチャンスだと思って挨拶だけしまして、私は日本から来たというふうに言ったら、日本のサッカーはこれからどんどん強くなって、どんどん大きくなるんだから、しっかりしてくれって言って肩を持たれたのが今も分かって、覚えてるんですけれども、やっぱりそう、なんでそういう、なんて言いますか、褒めこめな、あれ、うん。なんて言うんですかね、いい言葉を投げかけてくれたとかわかんないんですが、結構、日本っていうのはいい立場に来ているというふうに、まあ、実力もだいぶ上がってきましたけれども、世界での政治的とは言わないですけれども、その運営の者の一員として、いい位置にきつつあるという方はできるんでしょうか？山崎さんどそうですね。うでしょう？はい。もうサッカーと地政学っていうのは切っても切り離せない、うー部ん。分ですし、アベランジェもいろんな功績は、功罪語られることが多いですはい。けども、おはい。金の部分も含めてね、はい。ネガティブな部分も、あると思いますけども、うん。でもやっぱりサッカーをグローバルなものにしたっていうところであは、一定のあ、功績がやっぱりある人だとは思うんですよね。なるほどね。ヨーロッパにどうしても偏りがちだった、勢力をね、はい。彼は南米っていう立場から、はい。グローバルなものにして、で、日本サッカーが強くなるっていうのも多分本気で信じてたんじゃないかなと思うんですよね。ああ、そうですね。はい。なる当ほどね。時はまだね、日本の経済も良かったそう。時代ですし、その割にサッカーはあまり強くなかった時代でしたけれうん、ども、うん、でも、そう将来があるというような言い方をしてくれたのは、うん。やっぱりそういう見方してたんでしょうね、そうですね。だからそこ多分。の先見の明とグローバル感覚が多分あったんだと思うんですよね。なるほどね。はい。で、だからそうやって考えると、やっぱりいろんなその、地政学的な要素、特に日本もね、戦争に負けて、はい。アメリカに支配されるっていう、歴はい。史だったわけですけれどうん。も、本当にその日本らしい、日本国を作っていくっていう、はい。ところからした場合に、それこそ木村さんの方にも書いてある大下さんの言うん。葉じゃないですけれどうん。も、うん。日本らしい、サッカーっていう、サッカー界における日本らしい立ち位置っていうことを追はい。求していく、中には、国際的なサッカーのガバナンスの中で日本がはい。果たしていく役割っていうとなるほど。ころは、絶対に考えるべきだと思いますし、うん。本当にこれ、お世辞抜きで日本サッカー界は優秀な人が多いので、それがはい。できる、担い手となれる人材っていうのはたくさんいると思うので、う勇気をん。持ってそういう意思決定の場に積極的に参加をしていって、特に若い人には、はい。そういう地政学にまみれたね、いろんなうん。地味猛量とした世界ではありますけれども、うん。その中で全体最適を作っていくっていうのは、やっぱ誰かが適切な形でリーダーシップをうん。取っていかないといけないので、で、うん。リーダーシップは、もちろん今はインファンティーノがリーダーなんでしょうけれども、はい。ガバナンスが変われば、インファンティーノが何でもかんでも決められるっていうわけじゃなくなうん。っていきますので、はい。そうしたときに、じゃあ、みんなが納得するような、全体最適、そのうん。全員が同意するっていうのは難しいですけれども、はい。ただ方向性として最適と思われる、未来志向でうん。最適と思われる、うん。提案をしていくっていう、これ一つガバナンスのね、部分ではそうなわけですけども、2015年にあれだけ FIFA の理事が逮捕される FIFA ゲートっはい。てあったにもかはい。かわらず、アリファゲートその温事件。床となった、211がね、票を持つっていう、その方式が変わらなかったっていうのは、うん。FIFA の限界でもあるわけですかうら、ん。そういった限界を分かりながら、すなわちその、サッカー界っていうのはやっぱなんだかんだ言ってやっぱヨーロッパが非常に大きくて、でも、もうこれだけグローバルなスポーツになっている中で、うん。そのヨーロッパ、南米以外の、
ステークホルダーがしっかりと、こう、全体最適を、作り上なるほど。げていくっていうところが、まあ、できればね、まあ、ちょっと、あの、まあ、理想主義すぎるかもしれませんけれどはい。も、そういったところが、まあ、サッカーの世界では十分にできる立ち位置に日本は、来たんじゃないかなというふうに、まあ、こなるほど。れはいろんなね、先輩方の努力のおかげなんだと思うんですけども、それを、真剣に、リアリスティックに考えられる時代に来たうん。のかなっていうふうにはなるほど。思いますよ。その理想的すぎるかもしれないけどとおっしゃられたのがリアリスティックに考えることができるような立場に今来たというこはい。とで、木村さん、はい、もう、山崎さんとの約束の時間がそろそろ切れるようなはい、はい。ことになってきたんですけれ一ついいども。ですか、僕ね、山はい、崎さんにはい、どうぞ。一個聞きたい。はい、さっきおっしゃった地政学で言えばね、これもまさに日本は大きな実績が一個あって、トヨタカップという、まはい、さに公正中立な国、国として、ファイナルを戦ってきてましたね、実うん、績もあります。で、これとね、あと、まさに J リーグの選手会に手繰り寄せた事例で一つ僕、山崎さんにお聞きしたいんですけど、2011年ですね、確か選手会が労組に、労働組合になったはい、のが。で、そのから遡る2000年にあった大きな事件、ご記憶にあるかと思うんですが、名古屋グランパスの平野望月、大岩という3人の選手が、まあ、とんでもない、今思えばですね、これありえないような事件で、シーズン中にいきなり戦力外通告とういうのを、ん、副社長に、会見で発表されて、そこから、まあ、晒し者のようにされてしまうわけですよね。もう使いうん、ませんと。契約が残ってるんだけども、使いませんということで、練習着も与えられずに、練習場で、まあ、隅っこで3人だけでやってると。で、これ、メディアも取材に行くんですけども、とにかく3人がもう、狭いところでただのパス交換してるだけ。で、うそのん、間に行かせてやるから、どこでも行ってもいいから、行きたいところがあったら、クラブと調整してもいいよと。で、確か、平野と望月は京都だったかな、三うん、河に。で、大岩は、ジュビロだったかな。とにかく、ものすごいこれ本当に人格攻撃みたいなことも、会見で副社長が言うんですよ。規律を乱したワンマンプレーでとうか。ん、で、今になって思えばですね、その3人のその後のしっかりした生き様、大岩なんていうのはね、オリンピックの代表監督まで、まあ、なってるわけですから、うん、まあ、今、監督のパワハラ問題っていうのは J リーグでもよく扱われてますけども、選手に対して、要するにサッカーをする権利を剥奪していたという大きな事件が、こううん。2000年にあった。で、現在、例えばこんなことが起きようものなら、選手会は黙ってないと思うんですけども、これはもう、事例として、世界では、そういううん、事例が、うん、日本以上に、たくああ、うん、さん起きていて、で、なるほど。もう今うん、は、FIFA の移籍規則の、14条2項っていうところで、うん。ええ、そういうのをした、まあ、いわゆるアビューシブって、うん、まあ、アンビュース、要は、はい。まあ、権限を乱用してね、うん。選手にうん、対して、まあ、そういうね、まあ、いわば、まあ、パワハラ的な部うん。分ですけど、まあ、簡単に言うとですね。そういうん、う権限を乱用して選手のこう契約をこう尊重しないような、行動を取った場合には、うん。選手側から契約を解除できるっていう、そういうはい。ルールがもうできてますんで、これはまあ、2000年当時はなかったですけれども、なるほど。そうですね。その後、キャスの判例だったりとかが、うん。積み重なったことによって、FIFA のルールになりました。ですんで、うん。今はもう明確にそれは、FIFA ルール違反ということになります。なるほど。ことですよね。キャスはい。っていうのは、国際仲裁裁判所で、スポーツマンが、不当な仕打ちを受けたときには訴えることができる。で、山崎さんはそこの仲裁人でもおられるわけではい。ですよね。まあ、今日はいろいろ、重要な話、山ほど聞かせていただいて、本当に山崎さんありがとうございました。お忙しい中で、マドリッドからの出演ありがとうございました。それと、木村さんはまた、山崎さんとの間をつないでいただいて、本当はありがとうございます。山ありがとうござ崎さん、また機いました。会があったらぜひとも出てはい。ください。私の番組に。もちろんです。はい。それじゃあ、どうですか山崎さんも、やっぱりワールドカップは楽しまれることは楽しまれますか？そうですね。これからのワールドカップっていうのを、こう、まあ、想像しながら、はい。将来、先ほど言いましたように、ちゃんとそのはい。選手だったり、まあ、雇い主である、クラブ、リーグの、はい。意見が反映されるような、
そういうワールドカップになることをまあ祈りながら、うんその未来っていうのはもう、おそらく、希望も含めて次の2030年のワールドカッはい。プ以前には、訪れる未来だと、思っなるほど。ていますので、そういう期待とともに、少しでもね、今の問題っていうのはとにかく試合数が多すぎるっていうところはい。はで、い。2030年までには、ある選手がもう70試合、80試合っていうはい。ようなね、試合数をこなさな年間。きゃいけはい。ないっていうような、状況がなくなっているような、うん。そういう未来を想像しながら、少しでも怪我のない、大なるほど。会になってほしいなっていう、なるほど。もう今ね、ワールドカップ直前でも、いろんな選手がこう、怪我をしてるっていう状いや況で、いかに問ー、題がね、これだおけね、やっぱインテンシティの高い、試合をたくさんやってれば、それは普通ははい。怪我しますので、やっぱなるり、ほど。試合数を増やすっていうのがいかにね、サステナブルじゃない、ことなのうーかっていうところは、ん。皆さんに少しでも意識していただきながらも、怪我のないワールドカップを、心から祈りつつ楽しみたいなと思います。なるほどね。サッはい。カー界でサステナブルという言葉が出てくるっていうのは初めて私は聞いたんですけれども、うん。実際本当そうですよね。そういうサッカー界、世界がみんなが認めるサッカー界、いい方向に進んでほしいと思ってます。そうですね。木村さんも今日はありがとうございました。長い間。ありが山崎さん、とうございます。本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。はい。ありそがとうございました。はい、あれで小りがとうござい崎さんどうました。ぞ。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムを楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。さよなら。